どうも、シグナル&ノイズの時間です。今日は景色綺麗やなで終わらん話やね。この回の目的は、アルテミス2のアースセットがなぜ特別なんかを歴史、科学、感情の3つで整理することです。つまりただの絶景やなくて意味まで見に行く回やね。そう、まさにそれなんですよ。NASA が公開した月から見た地球が沈むアースセットですね。歴史と科学が重なる一枚です。見た目のインパクトだけやなくて撮影された瞬間そのものに重要な意味があるからね。っていうのも、あれって2026年4月6日の18時41分 EDT で撮影されて、その約3分後に宇宙船オリオンは月の裏側へ入っちゃうじゃないですか。そうなんよ。そのまま約40分間にわたる通信断絶状態に突入したから、まさにその直前の光景ってことなんよね。でこの写真が特別なのは、アポロ8のアースライズ、地球の出を現代に引き戻した点にありますよね。まさにそれ。 NASA 自身が今回のアースセットをアースライズを思い起こさせる画像やと明確に位置づけてるからね。1968年に撮影されたアースライズは、月を回った最初の有人飛行で撮られた象徴的な写真として58年経った今も語り継がれてますもんね。リスナーのあなたも歴史的な写真は絶対見たことあると思うわ。今回のアースセットはその地球を外から見る感覚を2026年バージョンに更新したんですよね。せやね。地球が主役としてドンと構えるんやなくて、月の向こう側へ沈んでいく小さな存在として見えるから。確かに写真の地球は暗い側が夜になってて、明るい側にはオーストラリアやオセアニア周辺の雲が渦巻いている様子が確認できます。私たちの住んでる星が宇宙の中ではほんまにちっぽけで儚いものに見える構図なんよ。でもこの1枚は単なる感動写真で終わらず、月の観測データとしても大きな意味を持ってるんですよね。そうそう。手前に映る前景の月面地形が科学的にかなり具体的に読み取れるからね。オウムクレーターの壇上の円とか中央球がはっきり見えてるやつですね。バッチリやね。 NASA はこれらの色とか明るさ、質感の違いが月の進化の謎を解く手がかりになるとしてるんよ。いや、ちょっと待ってくださいよ。さっきから聞いてて思ったんですけど、アースライズとアースセットは似てるけど逆やん。地球が沈むってどういうこと？そこ引っかかるよね。ここには地球が沈むという直感とのズレがあるんよ。だって月から見たら地球ってずっと空の同じ位置にあるはずですよね。そう。本当は地球自体が動いて沈んだんやなくて、宇宙船が月の裏側へ回り込むことで見え方が変わっただけなんよ。なるほど。アポロ8のアースライズもアーテミス2のアースセットも月の地平線に対する宇宙船の移動が生み出した景色だと整理できるんですね。まさに自分が動いてるからこその絶景なんよ。だから NASA がアースデー2026のポスターでこの系統の画像を前面に出したのも納得できるよね。なるほど。アースライズ以来、宇宙から見た地球の姿は環境保護とか人類の視点そのものを変える象徴になってきましたからね。そうそう。実際に NASA サイエンスの資料でもアポロ8のアースライズが1970年の最初のアースデーの着想源の一つとして語り継がれてきた流れが紹介されてるんよ。宇宙の暗闇を知ることで地球を守らなきゃっていう意識につながるわけですね。そういうことやね。いやー、でも景色すごいで終わったらもったいないな。過剰に神格化しすぎず、 NASA が示している事実の範囲で整理しようか。そこは大事な線引きやね。アースセットの価値は絶景、歴史、科学の3つが同時に載っていることにあるんよ。綺麗なだけ、懐かしいだけ、あるいは単なるデータだけのどれか一つにとどまらないからこそ唯一無二なんですよね。その通り。実際のアルテミス2へのミッションではアースセットに加えてアースライズ、太陽食、クレーター、古代の溶岩流まで多角的なデータがまとめて記録されてるからね。全部ひっくるめての価値ってことですね。さて、ここでリスナーのあなたに考えてみてほしいことがあります。最後の思考の種やね。地球が月の向こうへ沈む光景を定期的に見られるようになった今、もし将来火星探査などで地球が何ヶ月も完全に見えなくなる状況になった時、今回の40分間の通信断絶すら超える完全な孤独に対して人類の心理はどう適応していくんでしょうか。青い星が視界から完全に消える恐怖、ちょっと想像を絶するテーマやね。アースセットはただの綺麗な写真やなくて、月から地球を見る意味をもう一回更新した一枚やね。歴史も科学も感情も全部載ってるのがおもろいわ。ただし感動だけでそらずに NASA が示した事実の範囲で見るのが大事です。そこはちゃんと線引きしてみたいな。
ほなまたシグナル&ノイズの時間で会いましょう。